どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。僕は自分でもね、このように YouTube をやっていますが、他の方の YouTube のね、チャンネルもめっちゃ見ています。これ僕の iPhone のスクリーンタイムなんですけど、ご覧の通り一番使ってるアプリは YouTube です。ダントツで YouTube です。僕が YouTube を見るのは大きく分けて2つのパターンがありまして、1つは調べたいものがある時と、もう1つは暇な時間を楽しく過ごしたい時。皆さんもね、大体こんな感じなんじゃないかなと思うんですけども、調べ物をする時はググるように知りたいことをね、キーワードで入力して調べますけども、暇な時間を楽しく過ごしたい時に見るのは、やっぱりね、登録しているチャンネルの新着動画になることが多いですね。チャンネル登録をしてまで見る動画って、やっぱりね、暇な時間といえども限られた時間を潰すのにふさわしい動画ってなってくると思うんですよね。僕もそういった見ていて楽しいチャンネルをね、たくさん登録しています。そんなわけで今日は僕が登録している YouTube チャンネルを全て公開します。僕のチャンネルをご視聴いただいている方でしたら、気になるチャンネルもね、多いと思うので、皆さんのね、参考になればとも思いますので、よろしければ最後までご覧ください。またね、皆さんもおすすめのチャンネルがあればぜひコメントで教えてください。僕が好きなチャンネルを好きな方は、その方が登録していて、僕が登録していないチャンネルもおそらく好きなんじゃないかなと思うので、そういったね、チャンネル僕も知りたいです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、では僕が登録しているチャンネルリストを見ながらお話ししていきましょう。はい、こちらがですね、僕のチャンネルリストですね。はい、まず一番最初に上がってきてるのが堀口さんですね。モノグラフの堀口さん。ガジェットのレビューであったりとか、あとは生活雑貨のレビューとかね、そういったものが多いかなと思うんですけど、あとは最近だとね、東京ボタニカルライフで植物系の特集とかもね、よくやられてますけど、もう本当ね、僕が好きなものと堀口さん好きなものすごい近いというか、もう僕もかなり参考にさせていただいてるっていうのもあるので、見てますね。まずはモノグラフの堀口さんですね。ちょっと数あるんでポンポンといきますけど、続いて86M2 さんですね。こちらは Vlog 中心ですけども、ドイツにお住まいの方で、本当にね、綺麗な映像の Vlog をたくさん公開されてるんですけども、本当ね、映画とかテレビ番組かってぐらいにですね、綺麗な映像ですね。見ているだけで癒されるという感じですね。86M2 さんですね。で、続いて花森さん。生活雑貨の紹介とか、あとはインテリアとか、そういったもののね、ご紹介が多いんですけど、持っているものとかお家の中にあるものがすごい素敵なものが多くて、僕もね、結構参考にさせていただいていますね。続いて宮山レベッカさん。ガジェット系のレビューが中心ですかね。購入品紹介とかそういったものをよくやられてると思うんですけど、僕宮山さんのこのサムネイルすごい好きなんですよね。いつもサムネイルがすごい綺麗で、特にこのモノトーンのサムネイルとかね、結構こういうの好きですね。このバッグの中身のサムネイルとかで、もちろん紹介動画の方も見応えがあって分かりやすくて、いろいろね、参考にさせていただいています。はい、続いてコポちゃんさんですね。コポちゃんさんは台湾系の動画ですね。僕台湾旅行行っていた時期、今ねちょっとあれがあれで行けないですけども、台湾にね旅行行ってた時は結構コポちゃんさんの旅行記参考にさせていただいていました。で、現地の情報もそうだし、お土産情報とか、そういうね台湾旅行に関するいろんな情報がね、コポちゃんさんお届けいただいていたので、楽しくてね見てましたね。続いてアバウトホームさん。その名の通りインテリア系ですね。で、インテリアのノウハウであったり、購入品紹介とかそういったものですね。サムネイルも映像もね、すごい綺麗ですね。インテリアの参考にさせていただいてます。続いてがヒゲと私さんですね。 Vlog 中心なんですけども、僕好きなのがこのね、ルックブックの動画なんですよね。よく見るルックブックの普通にハンガーから服を取って着替えるっていうのではなくて、服を着て歩きながら、それをねずっとカメラで追いながら着ている服を紹介するっていうね、すごい動きのあるルックブックをやられていて、この撮り方僕斬新だなと思いながら見ていました。とね、それ以外も多肉とか開墾植物の動画とかも僕結構好きですね。本当にね映像が美しくて、それで情報量もねちょうどいい情報量で入ってくるので、見ていてね心地いいですね。で、続いておなじみのクリエイティブの裏側さんですね。高島さんのチャンネルで、インテリアの情報とかっていうのはね、もうタカさんの動画見ておけばね、間違いないんじゃないかってぐらいに参考にさせていただいています。最近だとね、このトイレをクラシックな雰囲気に DIY するっていう動画ね、僕すごい気に入っていて、今ねちょうどうちのトイレを DIY しようと思っているとこだったので、もうこの動画見てね、ふつふつと DIY 欲が高まってきているので、ちょっと近々ねこの動画を参考にさせていただきながら、トイレをね綺麗にしていこうかななんて今思っています。それ以外もね、本当にインテリアの基礎からここでこういう家具が買えるみたいな情報とかもね、本当に参考になるので、かなりね見させていただいてます。
はい、続いて花ゆりさんですね。花ゆりさんも Vlog 中心になるんですかね。花ゆりさんね、結構僕持ってるものがね割と被っていたりして、すごいね勝手に親近感を覚えて見させていただいています。あとあまねごとはこれお友達ですね。お友達結構いろんなことやってます。で続いてブルマルチャンネル、これ視聴者さんに教えていただいたんですけど、ブルドッグの動画ですね。ほんと可愛いですね。でうちはこうフレンチブルドッグ言いますけども、フレンチブルドッグとブルドッグはねやっぱ顔の雰囲気とかもね似て非なるもので、結構ブルドッグの方がいかついとは思うんですけど、すごい愛らしい行動をたくさんとっていて、見てるだけで和みますね。教えてくださった方々ありがとうございます。ブルマルチャンネルめちゃめちゃ可愛いです。であとマーク・ウェインさん、海外の食レポ動画が多いですね。各国を渡り歩いてその土地その土地のローカルフードとか食べられてますね。で続いておなじみ平岡さんですね。ドレスコードの平岡裕太さん、 iPad 中心の動画が多いんですけども、 iPad を購入する時とかどの機種を選べばいいかとか、あと iPad でこんなことができるとか、そういうね情報を知りたい時はもう平岡さんの動画見ておけばねもう間違いないと思います。僕もね秋に iPad また買い替えようと思ってますので、平岡さんの動画ね見倒したいなと思っています。わかりやすいしね、本当にいいこと悪いことちゃんと言ってくれるので、情報として信頼も高いですしいいですよね。平岡さんですね。で続いてギズモードジャパン、これはガジェットメディアのチャンネルですね。続いてセープーチャンネル、これもお友達ですけども、セープーは普通にモデルとかもやってるので、メイクとかねコスメとかファッションとかね、そっち系の動画が並ぶかなと思いきや、もう鬼滅の刃一色ですね。鬼滅の刃のガチ勢になっていて、気づいたらねこういうチャンネルを立ち上げていて、鬼滅愛がすごいなと思いながらね感心して見ています。続いて IT 企業 OL ピロリさんですね。リモートワーク系の動画とかが人気なんじゃないかなと思います。でリモートワークの環境づくりとか、買ってよかったものとか、そういったものを動画で公開されてます。僕もリモートワーク環境を作る時にね結構参考にさせていただきました。続いてアニプランツさん、アニプランツさんはプランツというぐらいなので植物系ですね。でこの方アガベコレクターと言っていいのかな、いろんな種類のねアガベをたくさんコレクションされている方で、本当に僕もアガベ大好きなので、もう他の方のコレクション見てるだけでもね気持ちが高ぶるんで、よくね見させていただいています。で続いて高沢圭介さんですね。もう圭介さんの動画はねもうめちゃめちゃ見てますね僕。カメラとかレンズとか買う時、圭介さんの動画を見ることで最終意思決定してるってパターン結構多いですね。機材のねいいところ悪いところをちゃんと言ってくれてるのと、こういう人には向いてるとかこういう人には向いてないみたいな適性みたいなものも分かりやすく説明してくれているし、ちゃんと作例とか交えながらね紹介してくださってるので、本当ね参考になります。圭介さんもソニーの製品を中心に使ってるので、僕もねソニーユーザーなのでどの動画も参考になりますね。圭介さんに背中を押されて買ったカメラとかレンズ結構あるので、圭介さんにインセンティブが入るわけではないと思ってるので、たまにね YouTube ライブやってるとスパチャで還元させていただいています。続いてひろゆきさんですね。ひろゆきさんも今大人気ですよね。切り抜きとかも結構出てると思うんですけど、切り抜きは全然見ていなくて、基本的にはこのライブ配信の、アーカイブですね、これを見ることが多いです。スパチャでこう送られてきた質問に対してひろゆきさんが答えるって形なんですけども、なので質問の1000本ノックみたいな感じでやってるんですけど、でその答えを僕いちいち全部信じるとか、ひろゆきさんを盲信するとか全然そういうつもりではなくて、ひろゆきさんって結構事実とか統計とか数字とかそういうのに基づいた回答をちゃんとして、なんか質問が来たら結論をまず言って、なぜならの部分がちゃんと割と納得のいくことを言ってることが多くて、もちろんね中には間違ったことを言ってることもあるかもしれないんですけど、どっちかというと僕はその回答をするときにどういうふうに事実とか数字をもとに回答につなげるかって、そのねものの受け答えのヒントを得るために聞いてるって感じですね。こういう視点の考え方があるんだとか、こういうふうな結論を出すにはこういうふうな論理的思考で返していけばいいんだみたいな、そういったところを参考にさせていただくために聞いてるっていうのはね結構ありますね。漠然と感情だけで答えてるって感じはあんまりないなと思うので、そういうところがね勉強になるなと思って聞いてます。はい、続いてマキシマムザホルモン公式、おなじみのホルモンの公式ですけど、僕ねホルモン結構好きで、普段の動画からイメージつかないかもしれないですけども、結構ねホルモンとかね好きは好きですね。
で、続いてビート内藤さん。ビート内藤さんは映像系と言っていいのかな、ガジェットのレビューとかもされてますけど、 Vlog だったり、あとはシネマティックな映像とか、そういう動画を公開されてますね。ビート内藤さんは僕が YouTube を始める時に結構いろんな動画参考にさせていただいたんですよね。機材もそうだし、映像の撮り方とか物の伝え方とか、そういうね話し方とかもいろんなところをね参考にさせていただいた心の師匠と思って、今もねチャンネル登録してずっと見させていただいています。ビートさんね、キャラもめちゃめちゃいいですよね。今ねあんまりこう県をまたいだ旅行とかできないですけどね、近々お会いできたら嬉しいなと思ってます。ビート内藤さんで、続いて三円台湾。三円台湾は名前の通り台湾系のチャンネルなんですけども、基本的に日本人のために台湾情報を伝えるチャンネルにこちらはなっていますね。なので台湾旅行行く時にねめちゃめちゃ参考にさせていただきました。早くねまた台湾行きたいですね。で、続いてのりごとうさん。ガジェット系のレビューだったり、あとは Vlog みたいなのとかねやられてるんですけど、本当ねのりごとうさんの動画も僕は YouTube 始める時にめちゃめちゃ参考にさせていただきましたね。のりごとうさんが紹介しているとなんかこうね欲しくなってしまうっていうのね結構ありますよね。伝え方がねめちゃめちゃ上手なんですよね、多分。あとやっぱり穏やかな話し口調で、見ていてね聞いていて非常に心地いいし、欠かさず見させていただいてます。はい、続いてイルコさん。イルコさんはカメラマンさんで、カメラの撮影技術とかそういうのですね。はい、続いてケイシー・ネイスタット。ケイシー・ネイスタットさんはニューヨークの Vlogger、海外の Vlogger の第一人者って言ってもいいんじゃないかってぐらいにめちゃめちゃ有名な方ですね。登録人数1240万人ということで、 Vlog を撮る時の撮影機材とかもねすごい参考にはさせていただいたんですけど、彼の動画が見ていてねすごい心地いいんですよね。 Vlog って結構間延びしちゃいがちだったりするんですけども、すごいテンポよく気持ちよく見られる動画が多かったので、僕は YouTube で Vlog を作ろうと思った時にすごい彼の動画は参考にさせていただきました。同じものを作るというのではなくて、この小気味いい動画はどうやってできてるんだろうっていうのをめちゃめちゃ勉強したくて、彼の有名な Vlog の動画を1カットずつスクショして、このカットはこの画角でこれぐらいの尺取っていて、どんな話し方でどんな BGM をかけてっていうのをカットごとにこうスクショして、それでノートアプリにペタペタ貼っていって、でよく見ると十数秒ごとに違うカットで撮っていたりとか、なんかそういうテクニックみたいなのが使われていて、だからこう一つの一連のお話をするのも飽きずに聞けるんだとか見れるんだっていうのがねなんか分かったりしたので、人を飽きさせない Vlog を撮るコツみたいなのっていうのはね結構学ばせていただきましたね。普通に見ていて面白いです。あと割と社会に対してのメッセージとかをシニカルに動画にしてるっていうところもね見ていて面白いですね。はい、続いてカズチャンネル。カズさんレビュー系の動画が多いですかね。カズさんもね購入品とか結構参考にさせていただいています。はい、続いてジェット大輔さん。ジェット大輔さんも写真家さんなので、カメラのレビューだったりとか作例を交えたねレンズの紹介とかそういうのが多いですね。続いてケニスさん。最近だとセンベロとかそういう食べ歩き動画みたいなのをよく出されてるんですけど、僕がケニスさんの動画で一番見させていただいたのは台湾の旅行動画ですね。ご家族で台湾に行った時の旅行をもう水曜どうでしょうみたいな感じの動画構成でやられてるんですけど、家族愛みたいなのがね伝わってきてね見ていてめちゃめちゃ微笑ましかったのと、あとは普通に台湾のグルメ情報とかがそこで得られたのですごいね見させていただいていましたね。はい、続いてレオ遠山さん。ガジェットレビューとかを中心にやられてるんですけども、本当にね分かりやすいというか情報密度が高いなっていう風にいつも思いながら見させていただいています。それでご自身が思ったことっていうのもちゃんと述べられていて、購入判断する時とかね、そういう意思決定する時にすごい有益な情報をいつも出されてるなと思ってます。とても参考になりますね、レオさんの動画も。はい、続いてピーター・マキノン。海外の映像クリエイターですね。シネマティックな動画の撮り方だったりとか、そういうのはね結構参考になるんじゃないかなと思います。はい、続いて瀬戸康史さん。購入品紹介とか、もう瀬戸康史さん本当でもね動画の作りが面白いですよね。一個一個センスが最高っていう、見ていて楽しいし非常に参考になります。はい、続いてゆうとびさん。カメラマンさんですね。いろんな写真の撮影方法とかをとても分かりやすく紹介してくださっています。例えば夜景をきれいに撮りたいとか、水面を鏡面のように写した写真を撮りたいとか、撮りたい写真があってその写真の撮り方はどうやるんだろうと思った時にいろいろ検索しているとゆうとびさんの動画が結構出てきて、それで登録させていただいたんですけど、もうほんとね撮り方の説明が分かりやすいし、あとねやっぱゆうとびさんのキャラがめちゃめちゃいいので見ていてね和みます。
あと最近ね、ミルクさんっていうね、可愛らしいチワワちゃんが登場しますので、ミルクさんも見たくて、ゆうとびさんのチャンネル見ちゃいますね。めちゃめちゃ好きなチャンネルです。で、続いてトムクリエイティブさん。デザインの基礎とかを教えてくれるチャンネルです。非常にわかりやすいです。で、続いてバード&インセクトさん。こちらも映像クリエイターさんですね。美しい映像の撮り方であったり、表現の仕方とかをね、紹介してくださっていて、めちゃめちゃわかりやすいし、参考にさせていただく情報がね、たくさん溢れてますね。はい、続いてザ・筋肉 TV、中山筋肉のチャンネルですね。もうこれはね、見ていて楽しい、和みますし、あとね、筋肉とか体作りの情報、それがすごいわかりやすい言葉で説明してくれるので、本当にね、勉強になりますし、理解しやすいです。体作りの動画を見るたびにね、筋肉のチャンネルめちゃめちゃいいですね。で、続いてオガトレ、トレーニング系の動画なんですけども、僕はね、オガトレさんの朝のストレッチの動画、毎朝見て、その動画の通りね、一緒にストレッチをして体を起こすってことをね、毎朝やってます。続いてプクトモさん、ガジェットのレビューだったりとか、デザインのお話とか、あとね、iPad を使ったイラストレーションとか、そういうのをね、紹介してくださっていて、勉強になりますね。続いてゴリミーさん。ゴリミーさんはゴリミーというガジェット系のメディアゴリミーの主催のゴリさんのチャンネルですね。で、藤原ライフさん。都内中心にカフェとかコーヒースタンドの紹介、まとめみたいなものを動画でされているチャンネルですね。本当ね、いいお店がまとまっていて、僕が好きなお店もたくさん出てくるので、僕の行くお店が好きな方は、多分藤原さんが紹介するお店も好きだと思います。続いて税理士 YouTuber チャンネルヒロさんですね。税理士さんのチャンネルなんですけど、僕が確定申告とかそういうのをねやるときにすごい勉強させていただいています。本当わかりやすくて参考になりますね。で、続いて朝入りコーヒーと自然派ワインティピカさんのチャンネルです。こちらはこの前ねライトアップコーヒーの川野さんと一緒に作らせていただいたモーニングルーティンというオリジナルコーヒーのパッケージイラストを書いてくださった相原さんの経営するお店西荻窪のティピカのチャンネルですね。はい、続いて建築家2人暮らしさん。インテリアの情報中心で映像も綺麗でライフスタイルの紹介とかもねほんと見ていて参考になるものが多いので大好きなチャンネルです。続いて川野ゆうまのコーヒーチャンネル。こちらがさっきねその一つ前にお話出ました一緒にオリジナルコーヒーを作らせていただいたライトアップコーヒーの川野さんのチャンネルですね。本当にコーヒー愛に溢れている動画がたくさんあって、この中でもね多分一番人気の動画がこのコーヒーの起源エチオピアの旅ってやつで一杯のコーヒーができるまで、この動画ね本当ね面白いですよ。コーヒーって僕ら飲む時ってもコーヒー豆になった状態からしか見ないことが多いですが、そのコーヒー豆になるまでどういう風に生成されてるのかっていうのもエチオピアの現地に行って紹介してる動画でね非常に面白いですね。それ以外もコーヒー器具の使い方とかいろんなのね紹介されていて大変ためになるチャンネルなので、コーヒー好きの方はねぜひ見ていただきたいなと思います。で、その川野さんと作ったオリジナルコーヒーのモーニングルーティンっていうねコーヒー豆をプロデュースしました。実は今飲んでるのもモーニングルーティンを今アイスにして飲んでます。ちょっと濃いめに入れたモーニングルーティンもねめちゃめちゃ美味しいので、こちらもねよかったらぜひお求めください。概要欄に購入先のねリンクも貼っておきますのでよろしくお願いします。美味しい。さて次、宮永瑛太さん、メンズの美容情報ですね。ファッション系の情報とかもねたまに出てくるんですけど、ファッション系の情報も僕結構好きですね。続いて喫茶よもぎさんですね。この後出てきますけど、ミニマム連合っていう誠さんという方と2人でやられてる YouTuber さんのそのよもぎさんの個人チャンネルなんですけど、これね全然このバイク系って接点がなさそうに見えるんですけど、たまたまねそのミニマム連合の動画が出てきて、その2人のキャラがねすごいハマってしまって見始めていて、よもぎさんのチャンネルもできたということでこちらもね見させていただいてるって感じですね。続いてリスキーさん、購入品紹介とかガジェットレビューとかそういったものを中心のチャンネルですね。参考にさせていただいています。続いて藤田優斗さんのゆとログ、ライフスタイル系と言っていいんですかね。インテリアだったり室内で使う購入品の紹介とかそういったものがね多いですね。結構シンプルなインテリアなんですけど、すごいねお部屋とか綺麗で購入品一つ一つが美しくて、結構ね僕も購入する時の参考にさせていただいたりしていますね。続いて矢野アンナさん、あんちゃんですね。あんちゃんはお友達ですね。
で続いてミニマム連合。こちらがさっき言っていたミニマム連合ですね。この誠さんとよもぎさんのバイク系のチャンネルなんですけど、最近はね、バイク以外の企画ものとか、そういうのもね、やってますね。続いてモロンノン TV。モロンノンさんのチャンネルですね。モロンノンさんもカメラマンさんで、撮影の仕方とか、レンズのレビューとかすごいわかりやすくてね。あとね、話し方もすごい可愛らしいので、こう見ていてね、癒されますね。はい。続いて、ペコリ台湾。こちらはもともとカップルチャンネルで、日本人の彼氏さんと台湾人の彼女さんのカップルチャンネルだったんですけど、僕はあんまりカップルチャンネルって見ないんですけども、このお二人のチャンネルはめちゃめちゃ微笑ましくて、唯一カップルチャンネルで、ね、面白いなと思って見たチャンネルですね。で、今年かな、お二人ね、国際結婚されたということで、もうカップルチャンネルからね、夫婦チャンネルになったということで、これからの展開もね、また楽しみにしております。ご結婚おめでとうございます。で、トロサーモン村田の村チューブ。こちらはおなじみトロサーモンの村田さんのチャンネルですね。村田さんが YouTube 始めるときに共通の知人を通してちょっとお話をさせていただく機会がありまして、村田さんもね、キャンプ動画やろうと思ってるみたいな話されていて、そのね、チャンネルがこれなんですけども、もう見ていてね、面白いですね。やっぱり村田さんらしさと、あとね、動画も非常に見ていてテンポ良くて楽しいし好きなチャンネルですね。で続いてダッチさん、ダッチライブ TV、 ガジェット系のレビューとかそういうのがね中心ですね。続いてサッサンさんですね。本人サッサンって呼んでくださいって言ってたんで、サッサンと言わせていただきましょう。サッサンのチャンネルもレビュー系の動画が多いですね。ガジェットのレビューだったりとか、結構ねマイクのレビューとかいろいろ参考にさせていただいて、購入にね役立たせていただきました。続いてコッシーチャンネル、ソロキャンプ女子のコッシーですね。コッシーもお友達でキャンプ動画ですね。で、かまいたちチャンネル。かまいたちさんの動画ね、僕めちゃめちゃ好きなんですよね。芸人さんのチャンネルで唯一ほとんどの動画を見てるのはかまいたちチャンネルなんじゃないかなと思います。面白いですよね。で、続いて井上真央。井上真央ちゃんもお友達ですね。ファッション系とかメイクとか。そういった動画が多いですかね。はい、続いてアーシュエンさんのチャンネル、東京で食べられる台湾料理のお店とか、こういうのをね、紹介されていますね。非常に参考になります。紹介されたお店ね、何店舗か行ってみたりもしました。で、続いてアガチャンネル、アガタさんですね。僕の髪をいつもやってくださってるエロ髪美容師のアガタさんのチャンネルです。続いてトミーさんですね。東京シンプルライフ、トミーさんのチャンネル、インテリアを中心としたライフスタイル系のね動画を公開されてますね。暮らしのヒント、いろいろね参考にさせていただいてます。映像がそしてとにかく綺麗。続いてしおりカレご飯。しおりさんもお友達ですけども、作ってあげたいカレご飯っていうね有名なレシピ本シリーズがありますけども、その著者ですね。しおりさんも YouTube やるときにいろいろねお話しさせていただいていたんですけども、気づいたらもう8万登録以上のね大人気チャンネルになってますね。映像が綺麗だし、料理がね再現性のある分かりやすい料理がねたくさん動画で公開されてるので、人気になる理由も分かりますよね。続いてローカプランツさん。こちらは園芸のチャンネルですね。続いてサクブロさんですね。こちらは植木鉢作家さんのチャンネルですね。続いてのりまえチャンネル。僕がよく買ってよかったものの中で紹介しているスイというオンラインセレクトショップののりまえさんのチャンネルですね。のりまえさんもね暮らし系、ライフスタイル系ですかね。あとはこういうね洋菓子とかの作り方とかそういったものも映像にされてるんですけど、とにかく映像が綺麗。インスタグラムのね写真とかもすごい綺麗ですけども、映像になってもやはりねとても綺麗で見ていて心地がいいです。レシピとかもすごいね分かりやすく紹介されてますよね。とにかく見ていて和みます。のりまいさん。はい、続いてムーディーエクスプローラーズさん。こちらはインスタグラムで知り合ったカメラマンの椿さんのチャンネルですね。 YouTube の方ではシネマティックな映像の撮影の方法とか、あとはねカメラの紹介とかそういったものをねされてますね。続いて川原ひとみ、ひとちゃんですね。ひとちゃんもお友達ですね。渋谷 Vlog で出てきたグリモワールというヴィンテージの服のお店のひとちゃんですね。続いてはアークフォレストさん。アークフォレストさんもお友達で京都の Vlog とかを公開されていますね。映像ねすごい綺麗ですね。続いてアミティ先生。アミティ先生はおなじみですよね。 iPad の使い方とか iPad のイラストレーションのやり方とかね参考にさせていただいてます。続いてカメラのもっくん。沖縄のカメラマンのもっくんのチャンネルですね。もっくんさんのチャンネルも本当ねレンズレビューとかカメラレビューとかね非常に分かりやすくて、機材選びのね参考にさせていただいてます。で続いてザ・ソイルーポンハウス。
こちらはですね、韓国のワンちゃんのチャンネルなんですけども、このルディとポンキというね、2匹のワンちゃんが出てくるんですけど、この上から2番目のサムネイルのポンキっていうね、ポメラニアンですかね、白いポメラニアンですかね、この子がめちゃめちゃ可愛くて、こう、よくね、脱走したワンちゃんを捕まえましたってサムネイルとかありますけどね、なんかこうやんちゃして足泥だらけになりながら連れて行かれるシーンがちょいちょい出てくるんですけど、この時がね、めちゃめちゃ可愛いんですよ。寝るともうぬいぐるみみたいになるので、ほんとね、見ていて癒されますね。この子めちゃめちゃ可愛いです。はい、続いてコーデックスプランツさん、開墾植物とかそっち系のね、園芸チャンネルですね。で、続いてすぐ切れるポメラニアンコタ。これもね、可愛いんですよ、この子。ご主人にだけめちゃめちゃ切れるんですよね。他の方が同じことしても切れないんですけど、このお父さんにだけめちゃめちゃ切れるんですよ、同じことされても。本当に怒ってるのかなんかわかんないんですけど、すごい牙向きながらぐる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 回るんですよね。すごい顔してるもんな。でもね、なんか可愛らしいんで、ぜひね、これ見ていただきたいですね。大好きなチャンネルです。続いてサタビルダーズ、芸人のバッドボーイズのサタさんのチャンネルですね。 DIY とかこうバイクのカスタマイズとかそういったものが中心なんですけども、僕はねこのたまに登場するね開墾植物コーデックスの世界とかね、こういう開墾植物系の動画がね大好きですね。他のバイクのカスタマイズの動画とかもねさすがめちゃめちゃ面白いんで結構ね見ちゃいますね。サタさん改めつくるたさんのサタビルダーズで、続いてハンバーグ師匠チャンネルですね。こちらはハンバーグ師匠のチャンネルですね。井戸田さんのチャンネル、これもね見ていて面白いですね。で、続いて一人前食堂さん、こちらは一人前食堂まいさんのチャンネルですけども、お料理動画ですね。お料理動画なんですけど、このまいさんのね語り口調とかこうゆったりした空気の流れとか、何かねこう他の人にはない空気感がねすごい好きで、いろんな動画をね連続して見ちゃいますね。すごい癒されます。で、出来上がる料理がほんとどれも美味しそうっていうね、まいさんの一人前食堂、すごいね大好きなチャンネルです。続いて大元 TV、 大元さんのチャンネルですね。映像とか撮影手法とか、あとはね機材レビューとかそういったものを中心になっていて非常にね参考になります。最近ねショーツいろいろやられていて、上がるっていうね決めワードで始まるショーツをね公開されてますけど、大元さんキャラもすごいいいですよね。続いてオクサウトさん、オクサウトさんもシネマティックな映像とかを中心とした映像クリエイターさんですね。作品一つ一つがねものすごい美しいですよね、やっぱり。あとねこの前僕もレビューさせていただきましたこちらのねソニーの Vlog がZV-E10 の紹介動画で乃木坂の斉藤飛鳥さんを撮ったりしていてね、正直これは羨ましいなと思いましたね。この映像もすごい綺麗でしたね。続いてゆか大西さん、ガジェットレビューとかが中心ですかね。Apple 製品とかの紹介とかねすごい参考になることが多いので、 Apple の新商品とか購入する時とかはすごい参考にさせていただいています。続いて南の島のおばあと孫、こちらは沖縄に住むおばあちゃんとお孫さんの動画なんですけど、このおばあちゃんがねめちゃめちゃ可愛らしいんですよね。見ちゃいますね。続いてジェームス・ホフマン、イギリスの方でコーヒーのチャンネルですね。いろんなコーヒー器具の紹介なんかをされてるチャンネルですね。続いて両学長リベラルアーツ大学、こちらはお金の勉強のチャンネルですね。投資であったりとかイデコとかニーサとかそういうののね活用方法とか、そういったものを紹介しているチャンネルですね。非常にわかりやすいです。で、続いてカルムコーヒーのコーヒーライフ、こちらはカルムコーヒーという福島のコーヒー屋さんのペイさんのチャンネルですね。で、続いては渡辺和正さん、渡辺さんもねもう有名ですよね。もうガジェットのレビューとかこういう撮影機材とかそういうのをね購入する時の参考によくさせていただいています。本当わかりやすいし、一つ一つのレビューがすごいボリュームたっぷりで情報量がねすごい多くて、知りたいことをねくまなく説明してくださるのでねめちゃめちゃ参考になります。で、続いてさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネル、こちらは芸人のさらば青春の光のチャンネルですね。さらば青春の光のお二人はねコントとかも僕は好きですけども、このね YouTube もね本当面白いんで見ちゃいますね。ただねこの中で定期的にこう登場するこのしずるの池田さんとフルーツポンチ村上さんのラジオ動画、これはね正直ごめんなさい、一回も聞いたことないです。さらばのお二人の動画が僕は好きですね。続いてプランツバイザコアさん、こちらも園芸チャンネルですけどもアガベの動画ですね。本当ねアガベの動画見てるだけでね楽しいですよね。あとは発根のさせ方とか管理の仕方とかねすごい勉強になります。
続いて無印林さんですね。その名の通り無印中心なんですけども、最近は無印以外の商品のレビューなんかもやられてますね。いつもね、説明もすごい丁寧で分かりやすくて、無印良品の商品購入する時のね、参考にさせていただいています。で、続いて積立シータさん。こちらもお金のチャンネルですね。積立 NISA であったりとか、投資とか、そういったね、資産配分とか、そういった情報をお届けいただいているチャンネルですね。で、続いてバンクアカデミー。こちらもお金のチャンネルですね。積立 NISA とか、ふるさと納税とか、資産運用とか、最近流行りワードの FIRE とか、こういったね、情報がいろいろあります。堅実に資産形成をしていく上での勉強になるチャンネルですね。で、続いて散財 TV の直島さんですね。僕は最近ね、つい言ってしまう散財は人生っていうね、言葉を生み出した直島さんのチャンネルですね。独特の語り口調でガジェットレビューをされていてね、つい見てしまいますね。続いて豆さん、iPhone とかの活用方法みたいなものを紹介してくださっていて、iOS の活用方法とかで結構ね、知らなかったものをいろいろね、紹介いただくので、見ていてためになりますね。続いてコドナチャンネル。コドナという古着屋さんの一丁さんのチャンネルですね。一丁さんもね、お友達ですね。で、続いて高弘川島さん。川島さんもね、おしゃれな動画をいつも出されてますよね。ファッション系が多いと思うんですけども、もうね、イケメンなんでね、何着ても似合いますよね。ユニクロもね、公式ルックブックなんじゃないかってぐらいにね、着こなしてる感じ、素敵ですよね。ユニクロの新作とか出る時とかね、いつも参考にさせていただいています。続いて菊川貴俊さん。菊川さんは奥様が僕もともと知り合いで、それで今ね、お二人で沖縄に移住されていて、沖縄のね Vlog をチャンネルで公開されてますね。沖縄のケイシー・ネイスタットさんみたいな感じの映像になってますね。映像もね、テンポ良くて見てて楽しいです。で、続いてカフィクトさん。コーヒー器具とかキッチンウェアとかの紹介動画をおしゃれな映像でお届けされているチャンネルですね。コーヒー器具とか購入する時のね、参考にも非常になります。で、続いて五反田ガレージ。五反田ガレージはさらば青春の光の森田さんのサブチャンネルですね。こちらも面白いですね。で、木村翔吾さん。YouTube の運営テクニックだったりっていうのを紹介されているチャンネルですね。結構知らない情報も公開されているので助かりますね。いろいろ参考にさせていただいてます。続いて備長炭フルシティローストさんですね。こちらもコーヒーチャンネルなんですけど、この方すごい面白いんですよ。他のコーヒーチャンネルにはない独特な世界観だと思います。結構キャラが濃いというか、語り口調とその編集がね、ものすごい面白くて結構見ちゃいますね。続いて西田航さんですね。西田さんもカメラマンさんで、ほんとね、コンテンツ数がすごい数出してるというか、これサブチャンもやられてるんですけども、すごい情報量ですよね。カメラの話、レンズの話、カメラ業界の話とかね、そういうのを語られてるんですけど、すごいね、参考になるお話たくさん公開されてますね。続いてマッスルグリルさん。マッスルグリルさんはもう筋肉飯のチャンネルって感じですね。沼と言われるね、この原料食みたいなものをね、作られたりしてるんですけど、結構ね、その食材とか、そういうところにはね、こだわられて作られていて、これだけの筋肉を作るね、レシピなので参考にさせていただくこともありますね。続いてトータルテンボスの寿司ボーイズ。こちらはドッキリチャンネルですね。ひたすらドッキリを仕掛けるチャンネルみたいなので、ベタなドッキリとかも多いんですけど、結構ね、見ちゃいますね。で、続いて相良ゴーチさんですね。相良ゴーチさんは何より声がいいガジェットのレビューとか、ライフスタイル系のアイテム紹介とかをされていて、もうね、商品紹介も非常に分かりやすくて見ていてね、楽しいですね。続いて朝木いのさん。朝木いのさんの動画も僕結構好きですね。動画の構成がすごい面白いし、幸せな気分になれる動画が多いですね。続いてくるみどりチャンネルさん。くるみどりチャンネルさんは次に紹介しますガーデニングの秘密の真中さんですね。真中さんの奥様のチャンネルで観葉植物の管理の仕方、育て方といったところを紹介されているチャンネルですね。非常に参考になります。そして次がガーデニングの秘密、真夏真中さんのチャンネルですね。真中さんは埼玉の真夏ファームというところを経営されている方ですけども、こちらのチャンネルでは開墾植物とか、あとはこういったアガベとか、こういったもののね、育成のお話とか、あとドライガーデンの作り方とか、そういうのを紹介されているチャンネルですね。いつもね、大変わかりやすい説明で参考にさせていただいています。で、続いてアベマニュースですね。アベプラ。
この辺もね、見ますね。続いて岩崎泰造さんのチャンネル。こちらもコーヒーの器具だったりとか、コーヒー豆についてとか、詳しくね、説明いただいているので、大変勉強になります。続いて天気を気にする人のビデオ。こちらはリトマンさんのチャンネルですね。リトマンさんも大変お世話になってます。開根植物だったり多肉植物の育て方、管理の仕方っていうのをお届けいただいているチャンネルですね。非常に参考になります。続いてトバログさん、ガジェットとかインテリアとか生活雑貨のレビューチャンネルですね。商品紹介が分かりやすくて、いいことも悪いこともちゃんと言ってくださるので、信頼できるレビュアーさんって感じですよね。そしてね、映像も綺麗で見ていて心地がいいですね。続いてマスク・ザ・フリーマンさん、アップル製品の噂だったりとか実際のレビューとかそういったものを紹介するチャンネルですね。続いてルーク・マーティンさん、旅系のグルメ動画なんですけど、台湾旅行に行く時にルーク・マーティンさんの台湾の食レポ動画っていうのを見つけて、そこからねハマって見てますけど、もうほんとね、どの料理も美味しそうに食べて、美味しさの伝え方がすごい参考になるなと思って、僕も食レポ動画を撮る時に結構ね参考にさせていただきました。続いて今日やばいやつにあった、こちらはインドとかの屋台の料理ができるまでっていうのをひたすら動画で撮り続けるというねチャンネルですけども、日本の屋台とかでもお好み焼きができるまでとかずっと見てると楽しいじゃないですか。ああいうのをインドの屋台で撮影してるって感じですね。で、続いて気まぐれクックさん、こちらは海鮮系のクッキングチャンネルですね。漁港の朝市で購入してきたもう見たこともないような魚とかカニとか、こういうのをその日のうちにさばいていくというチャンネルですね。見たことのない魚がどんな風に料理されていくのかっていうのをね見てるだけでもめちゃめちゃ楽しいですね。で、続いて YouTube クリエイター。こちら YouTube 運営に関する情報チャンネルですね。で、最後がこれか。奥平ベースさんですね。おなじみ奥平ベースさんのチャンネルですね。綺麗な映像、ゆったりした空気感の Vlog というのを中心に公開されている奥平さんのチャンネルです。本当ね、見ていて心地がいいですよね。奥平さんの動画どれも。はい。最後が奥平ベースさんですね。はい。以上でございます。今日は僕が登録している YouTube チャンネルを全て紹介してみました。なんとなく僕の趣味とか、あとはね、傾向みたいなのも分かっていただけたんじゃないでしょうか。多分ね、僕のチャンネルを気に入ってくださってる方は、こういったね、僕が登録しているチャンネルも好きなものもね、多いんじゃないかなと思いますので、チャンネル探しの参考にしていただければ嬉しいです。またね、こんな僕におすすめのチャンネルなどありましたら、皆さんね、ぜひコメントで教えてください。僕もこんだけ登録してますけど、他にもね、まだ面白いチャンネルがあればね、知りたいので、ぜひ情報をお待ちしております。またこの動画をきっかけに僕のチャンネルを初めてご覧いただいた方、もしねこのチャンネルが面白いなと思いましたら、他にもガジェットのレビューとかライフスタイル系の情報などいろいろね紹介してますので、こちらのねきみまろのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。またチャンネル登録いただいている方は新着動画を見逃さないようにぜひねベルマークも押していただけると嬉しいです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。